東京町探検です。今回は千駄ヶ谷を流れる渋谷川とその支流に挟まれた台地を探検します。都内最古の富士塚、寺院の下を貫くトンネルなど、土地の起伏と江戸から続く信仰の風景の中を歩きます。スタートは外苑西通りの明治公園前交差点です。右前方に国立競技場が見えています。この交差点を西の方角へ曲がり、渋谷川の支流の谷に入っていきます。下町の商店街の雰囲気です。賑やかな交差点に出ました。人も車も多く、この辺りが商店街の中心のようです。広い通りに出てきました。右を見ると、道路の先はトンネルになっています。陸橋をくぐっているのではなく、5、60メートルほどのトンネルです。そして左を見ると、下り坂に続いて上り坂があり、谷を横切っていることが見て取れます。この辺りの地形と位置関係を立体地図で見てみましょう。これが渋谷川の谷です。左から支流の谷が合流しています。このきれいな楕円形は国立競技場です。造成工事で掘り込んだものでしょう。国立競技場前を通る外苑西通りは、ここから坂を登っていきます。今回私はここをスタートし、支流の谷を遡ってきました。谷の中心ではなく、谷のへりを歩いてきました。右を見てトンネルをくぐっていた道路はこれです。岬状に突き出したこの台地の下がトンネルになっています。そして左を見て低くなっていたのは、支流の谷の最も低い部分が見えていたからです。そこには少なくとも昭和の初めまで川が流れていました。では、トンネルの上の岬の先端はどうなっているのでしょう。それを確かめに行きましょう。その後、台地の上の寺社を訪ね歩きます。まずトンネルをくぐっていきましょう。千駄ヶ谷トンネルと書いてあります。国立競技場につながるこの道は、1回目の東京オリンピックに合わせて大急ぎで作りました。そのため、上の部分の移転は行わず、トンネル構造にしました。トンネルを抜けた先は外苑西通りの交差点です。この先もトンネルのように見えますが、あれは新国立競技場の人工地盤です。そしてここは千住院というお寺の入り口です。千住院は徳川家康の側室であったお万の方の発願により創立されました。お万の方の子、頼信、頼房はそれぞれ紀州、水戸、徳川家の藩祖となりました。そのため、江戸時代を通じて紀州、徳川家などの菩提寺、祈願所であり、壮大な道具や庭園を持っていました。左手の柵の下がトンネルの入り口になっています。別の日の映像になりますが、柵からトンネル入り口を覗いたところです。その上が台地の先端です。
右に立つのが本堂です。このお寺の宗旨はオマーンの方が信仰した日蓮宗です。振り返ってトンネルの上を見ると、そこは墓地になっています。トンネルの上は台地の先端に広がる墓地でした。本堂の脇から境内を出て台地の上の路地を進みます。まもなく大谷石の擁壁に突き当たります。この奥は随円寺の境内です。こちらが随円寺の参道です。大きな石と石段が特徴的です。無縁仏を祀った無縁塔です。こちらが本堂です。本堂の右手に庚申塔が2基立っています。風化が進んでおらず、彫刻がきれいに残っています。大変状態の良い庚申塔です。側面に稲穂を加えた狐が描かれています。庚申塔としては珍しいことです。稲荷信仰に関係があるようです。もう一基にも描かれています。このお寺は梅がとてもきれいです。伺った日は時期的にはちょうど良かったのですが、天気が今一つで残念でした。随円寺を出て榎木坂を下ります。かつてここにはオマーンの方が信仰していた榎木の巨木があったそうですが、戦争中の空襲により焼失しました。坂を下ったところは渋谷川支流の谷の外れです。台地に登り返してすぐ榎木稲荷があります。江戸名所オマン榎木と彫ってあります。この稲荷もかつては榎木坂の途中にありましたが、やはり空襲で焼失し、戦後ここに移築再建されたそうです。階段の途中に狐穴を模したところがあります。石段の高さや踏み面の奥行きがバラバラで登りにくいです。ですがその自然な感じが魅力的です。数多くの多種多様な石像が集められており、それもまた面白いです。こんなものまでありました。こじんまりとした境内ですが、高低差もあり、箱庭的な魅力のあるお社です。再び台地の上に登っていきましょう。
坂を登りきったところで左を見ると、玉垣と鳥居があります。こちらは鳩の森八幡宮です。この参道も梅がきれいです。こちらが拝殿です。手水鉢は花でいっぱいに飾られていました。ここは能楽殿。しばらく後で能の稽古をなさっていました。そしてここは当チャンネルとしては外すことのできない場所、富士塚です。登山口に東京文化財ウィークのカードが置かれていました。登山地図があります。青が登山道で赤が下山道のようです。現在地がここで、里宮を通り、裏をぐるっと回って直行弥勒の像、烏帽子岩、そして頂上です。赤い線に沿って下山します。それでは登っていきましょう。すぐに1合目です。こちらは里宮。登山に不安のある方はこちらでお参りということでしょうか。実際ここから急坂になります。これが亀岩ということですが、どう見たら亀に見えるのかよくわかりません。足元がデコボコしている上に道幅が狭く、慎重に進みます。捕まるところもないので少々不安です。ここが5合目。この辺りは平坦な土の道で歩きやすいです。富士山5合目を一周するお中道巡りになぞらえているのでしょうか。再び足元の悪い登りです。石室に直行弥勒の像が祀られています。富士信仰の中興の祖として知られ、富士山烏帽子岩近くの石室で断食入定しました。その姿を表しているものと思います。これが烏帽子岩です。烏帽子岩と胎内と呼ばれる洞窟は多くの富士塚に見られます。ここから最後の急坂です。足元がふらついてしまいました。9合目を過ぎて、ようやく山頂です。奥宮が祀られています。
金明水や釈迦の割れ石といった富士山の名所が再現されています。銀明水も同様です。山頂からの眺めです。下山はより慎重さが求められます。いきなり5合目に降りてきました。下山の方が急勾配です。これで無事に下山完了です。落ち着いて辺りを見回すと、多くの石碑が立っていました。この千駄ヶ谷富士塚は、江戸時代後期の1789年の築造で、都内に現存する最古の富士塚だそうです。私が知る限りでは、富士山のミニチュアとしては最も完成度の高いものだと思います。ここは将棋堂です。中には日本将棋連盟から奉納された大きな将棋の駒があり、石の将棋盤の上に立っています。屋根の上の飾りは将棋盤の足をかたどっていますが、この形は口なしの実なのだそうです。口なしは口出し無用、助言無用の戒めを表しているそうです。鳩の森八幡を出て渋谷川支流の谷へ下ります。緩やかな下り坂が続きます。階段をご覧いただくと勾配の様子は分かりやすいかと思います。この辺りが渋谷川支流の谷の最も低いところです。戦前の地図によれば、ここで交差する道に沿って右から左へ川が流れていました。2ブロック先からは上り坂になっています。ここまでが谷の底になります。振り返ると、この先上り坂になるところまでが谷です。支流という割には結構広い谷です。明治通りに出ました。100メートルほど北へ歩きます。白いビルの裏に支流の痕跡が見られます。その先では暗渠道を歩くこともできます。ただ、人工的に流路変更がなされたようで、明治通りを横切っていた場所などは時代によって異なるようです。この場所は副都心線北参道駅の出口前です。今回は渋谷川の谷とその支流の谷に挟まれ、岬上に突き出した台地を中心に歩きました。前回のゴールから明治公園前交差点までは同じ道を戻り、ここが動画のスタートです。はじめに歩いた商店街は谷にありますので、下町的な雰囲気でした。千住院へは階段を上り、その墓地が岬の先端にありました。その下をトンネルがくぐっていました。随円寺からは榎木坂を下りました。これは支流の谷へ下る坂です。榎木坂と反対方向に向かってもやはり下り坂です。
これは渋谷川本流へ下る坂です。榎坂の下からは再び台地に登ります。登り切ったところが鳩の森八幡です。千住院、随円寺、鳩の森八幡の三社寺は岬上に突き出した台地の尾根に連なっています。八幡を出てまた支流の谷へ下っていきました。そして谷を遡って北参道駅へ到着です。支流の流れですが、戦前の地図だとこの北参道駅のところを通ってこの道に沿って流れています。ところが戦後米軍が撮影した航空写真だとここまでは同じなのですが、ここから動画の最後に白いビルの裏側に痕跡が見られると申し上げましたが、そこを通り明治通りは渡らず、この辺りから先は細かく分岐している様子が映っています。今回の動画、そして6回にわたり玉川上水と渋谷川に沿って歩いた探検はこれで終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。次の探検でまたお会いしましょう。